アントラーはね、なんかこういう角みたいのがはい。こうありますよ顎とね。いう、顎ですはい、か。あります。あれがね、硬くて鋭くてね、すごい痛い。そのイメージの方がアントラーは強いですね。そのウルトラマンで初めて高山さんの作った怪獣なわけですよ。ああ、なるほどね。このウルトラマンでは。うん。で、まあ、かなり張り切ってと言いますか、うん。成田さんのデザインの、成田徹さんのデザインを見ても、非常にこのカブトムシ的な、かぶってますね。その甲虫のような、うん。すごくこうリアルな、その、タッチになってますけど、色といい。ね。はい。硬さといいはい。ね。で、高山さんもきっと張り切ってこのリアルな顎を作ったんだと思うんでです。すよね、あれね。あれはね、本当やっててね、痛かったですね。その記憶ありますね。まあ、顎の中にこうね、ウルトラマンが入っはい。てやってるっていうね、あれはちょっと大変でしたね。それも、ウルトラマンが後ろを背中を向けているときに、うん。アントラーが後ろからあり地獄のようにスッと顔を出すシーンがあるために、このビルトの床をちょっとそう、上げてるようですよね。覚えてます。うん。手間かかってますよね。そうです。もう普段よりね、大工少し、さんが入ってね、こう骨組みしてましたよ。床上げをして、下のスペースを作って、アントラのこの顔の、そうです。あれは、まあ、ギニョールなのか、こう、スッと出して、またウルトラマンがね、またミスフリアさんの芝居が素晴らしいんですよ。角がパッと開いて、まあ、こう引き寄せられていく姿といいますか。そういう演技はねそんなに難しくはないんだけど、やっぱり戦う演技がね、まあ、難しいですよね。そういう意味ではね。だから、やっぱりね、アントラっていう、なんか、怪獣だか、まあ、昆虫ですかね。いろんな説がありますね、これも。はい。成人でもないしね。まあ、そういう意味ではね、まあそんなに重くないからね、投げられないことはないんでしょうけど、でもそんなに一生懸命アクションを時間割いてっていうのはあんまりなかったですね、アントラはね。なるほど。ご自身の印象として、そんなにない。こう、必要にアクションシーンを多く撮ったっていうイメージが、そんなイメージはなかったですね。ちょっと床を上げて、ちょっとウルトラマンがね、こう、なんていうんですか、姿勢を低くして、下から穴から顔を出すアントラの角をパッと掴むあたりとかかっこいいですけど、そうですね。そういうこう演技っていうのは結構ありましたけどね。もう本当にこう戦ってっていう訓序ほどく列はなかったですね。はい。ただその演出上、スペシウム光線は効かないというですね、最初の怪獣ですので。そうですよね。ネロンガであんだけバーってやってね。そうなんです。後始末が全部できたのに、で、アントラは、そうなんです。そう思いますよね。それで苦戦をして、その痛かった角をこうやってまた折ります。あれはね、やっぱり高野さんの指示だろうね、折るとかね。やっぱり怪獣をね、こうやってダメージを。そうですね。そういうのはね、やっぱり高野さんの演出だと思いますね。僕からの進言はないですね。ここで折ろうかとか、そういうのは。それはないですね。やっぱり監督の指示ですね。まあ、やっぱり演出的に流れとしてはここでね、ちょっとダメージをっていう、そういう演出はやっぱり監督でしょうね。僕がここでやりましょうよっていう、そういうのはあんまりない。そういう記憶もないですね。自分からはね。まあ、かわいそうなことはかわいそうですよね。やっぱりこう生き物として見ますとね、なかなかこれは、まあね、当時の、まあ、怪獣っていうのがまた独特のね、普通のそういう動物とは違うということで、かけ離れてますからね、普段のね。そうなんですよね。あまりこう、リアルに考えちゃうと良くない。良くないですよね。まあでも子供は見てる
子供たちは意外に残酷ですからね。子供って意外にそういうところが。昆虫の羽を取ったりさ、ね、いろいろ、ああいう残酷さはやっぱあるでしょ。蛇も取って皮むいたりな、そういう子供っていうのは結構ね、残酷性があるんですよ。だから、そういうことで高野さんも考えたのかな。どうでしょう。今はなかなかこう演出できなくなってますよね。やっぱり今はそういうのはなるべく。そうでしょ。でもね、それが、まあ、あの時代だから許されたと言いますか、また、そこのね、映像の、そのカタルシスっていうのもあったわけで。ですね。はい。ウルトラマンの。いいことだと思いますよ。やっぱりよく言われる、その、安崎降臨の気持ちよさというのがですかね、スカッと切れるバルタン星人、今は、ああいう演出をなかなか、やっちゃいけないんでしょ。真っ向から竹輪ぎみたいな演出はなかなか、そう残酷なものをあんまり見せてはいけない。やっぱりそうですね。次第にだんだんそういう、その演出もね、このなんていうんですかね、ソフトになっていく傾向はありますけど、ウルトラマンの時はまだ多少許していただいた時代だったんですね。そうですね。まだ初めてですから。まあそんな試行錯誤してね、角を折ったりなんかして、まあアントラをやっつけたんですけれども。あれです、そのスペシャルモックさん聞かないので、これはバラージに伝わるノアの神という。言ってましたね。ありましたね。ウルトラマンの先祖なのか、ご本人なのかわからないですけど。そう。由美さんっていう女優さん。そうです、由美恵子さん。ね。はい、僕らの方はセットが違うからお会いしてないですよね。そうですよね。特撮セットと本編セットもありますからね。綺麗な方だっていうね。まあお会いはしたかったけど、ノアの神が持っていた青い石を村松キャップが投げて、アントラーがやられるという。まあ、それもいいんでしょうけど、ウルトラマンが手持ちぶされて。でもまあ、セシウム光線して角持って、ある程度ダメージを与えていたから、あれで効いたんだという。なるほどね。あれがまた派手な、結構爆発だったんですね。荒垣さんも大変です。軟着と言いますか。そうか。昔はそういう意味では、やっぱり派手なんですよ。やっぱりその本物の火ですからね。使うっていうのはね。はい。合成のとは違いますからね。まあ、チャチい火だったらやっぱり絵にならないですよ。やっぱりね、やる方は大量に使いたいんでしょうね。でもセットならたまんないですけどね、狭いからね。大変な思いしましたよ。そういう意味ではね、やっぱり危険ですよね。まあ本当そうです。やっぱり火を使ったり水を使ったり、でもそれが一番ね、撮影して映した時には、ね、絵面はいいんですけどね。絵になるというのはあると思います。あとそういう意味ではね、みんな苦労していい絵を作ろうとしてたんでしょうね。あとまあこのウルトラマンがバラージの人たちにとっては神様ということで、最初にウルトラマンが登場した時にオープンでウルトラマンを煽りで撮ってるんですよ。そうなんですよ。あれはね、いい光線っていうか日差しですよね。雲もちゃんとで、青さんもやっぱり出てましたしね。これはやっぱり外だねなんていうカメラマンがあるでしょうね。高野さんですかね。で、備線の奥のね、ちょっと高台がありますからね、そこまでみんな道具を持って行って、それでやったんですよね。でやっぱりこう全然見切れないからね、自由に撮れるから、これやっぱりみんなカメラマンとしてはね、嬉しいでしょうね。全部青空ですからね。そうですよね。はい。で当時はその高台のとこからもう本当に見通しも今もそうなんですかね。今もねそんなでかい建物ないですからね。見晴らしがいいところですよね。いいところでした。本当にそこでやっぱりねみんながねこう123と声かけてね、飛ぶシーン作ったりね。それですよ。やりましたからね。やっぱりそのウルトラマンが最後にその怪獣と戦って倒して最後に飛び去るシーンというのは、これが発明ですね。これもすごいですね。あれはね、
作り出すのにね、時間かかったんですよ。本当使うのほんの何秒でしょ、それをね、あの何秒のあのフィルムをね、作るのにね、大人がね、知恵を出し合ってね、一生懸命ね、話し合ってましたけどね。